デザインパターンってよく聞くけど、なんだか難しそうだな。そんな方にこそ見てほしい動画です。設計力を上げたいんだけど、何から学べばいいか。この動画で設計の定石を基礎から解説します。先人の知恵を活用できるようになるのか。デザインパターン講座。第0回、デザインパターン入門。デザインパターンとは設計の定石です。定石、将棋みたいな。その通り、先人が見つけたよくある問題の解決策です。同じ問題に何度も遭遇するなら、解決策をパターン化しようという発想です。なるほど。車輪の再発明をしなくていいってことか。まさにそうです。デザインパターンを学ぶメリットは3つあります。1つ目、共通言語になります。共通言語。ここはファクトリーパターンで、といえば、チーム全員が理解できます。コミュニケーションが楽になるな。2つ目、設計の引き出しが増えます。問題に直面した時、このパターンが使える、と判断できます。経験値を先取りできるってことか。3つ目、コードの品質が上がります。多くの開発者に検証された解決策なので、信頼性が高いです。品質保証付きの設計ってわけだな。デザインパターンの歴史を少し紹介します。1994年、4人の著者が本を出版しました。4人？誰だ？この4人はギャング・オブ・フォー、略して GOF と呼ばれています。ギャング？物騒だな。彼らが23個のパターンをまとめた本が、今でもバイブルです。30年以上前の本が今でも使われてるのか。それだけ普遍的な知恵ということです。GOF の23パターンは、3つのカテゴリーに分類されます。1つ目は生成パターンです。オブジェクトの作り方に関するパターンです。シングルトン、ファクトリー、ビルダーなどがあります。ニューでインスタンス作るところを工夫するってことか。2つ目は構造パターンです。クラスやオブジェクトの組み合わせ方に関するパターンです。アダプター、デコレーター、ファサードなどがあります。レゴブロックみたいに組み立てるイメージか。3つ目は振る舞いパターンです。オブジェクト間のやり取りに関するパターンです。オブザーバー、ストラテジー、コマンドなどがあります。オブジェクト同士の会話のルールってことだな。いい理解です。作り方、組み合わせ方、やり取りの3種類か。その理解で完璧です。このシリーズでは、実践的なパターンを厳選して解説します。どんなパターンを扱うんだ？生成パターンからはシングルトン、ファクトリー、ビルダーを。構造パターンからはアダプター、デコレーター、ファサードを。振る舞いパターンからはオブザーバー、ストラテジー、コマンドを解説します。9つもあるのか。各パターンの使いどころと注意点を丁寧に説明していきます。ただし、注意点もあります。注意点。パターンは銀の弾丸ではありません。すべての問題に適用できる魔法の解決策ではないということです。むやみに使えばいいってわけじゃないのか。このパターンが使えそうだ、ではなくこの問題を解決したい、が先です。道具は使い方次第ってことだな。その通りです。では今日のまとめです。デザインパターンとは、設計の定石、共通言語です。3つのカテゴリー、生成、構造、振る舞いがあります。GOF が23個まとめたんだったな。このシリーズでは実践的な9パターンを解説します。ただし、問題解決が先、パターン適用は手段です。デザインパターンの全体像がわかったぜ。次回はシングルトンの功罪を解説します。楽しみだな。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。次回もお楽しみに。